はい、ナミです。皆さん、日本の YouTube を見ていて、こんな経験ありませんか？コメント欄に草って書いてあるけど、野菜の話をしているわけじゃない。神って書いてあるけど、宗教の話でもない。沼って書いてあるけど、池の話でもない。これって一体何？って思いますよね。今日は海外の人がこれって暗号って思ってしまう日本の YouTube でよく見る不思議な言葉を解説します。これを覚えたらあなたも日本人っぽいコメントが書けるようになります。まず最初は草からいきましょう。草は笑いという意味です。でもなぜ草なんでしょうか？実はこれにはちゃんと理由があるんです。昔、日本人はインターネットで笑うとき、www って書いていました。これは英語の W がたくさん並んだものです。でもこれ見てください。なんだか草が生えているように見えませんか？だから草が生える、草って言うようになったんです。使い方はこんな感じです。面白い動画を見たとき、草。友達がおかしなことを言ったとき、草。すごく笑ったときは、大草原って書く人もいます。草原って草がいっぱい生えている場所ですよね。つまり、すごく笑ったということです。海外の人なら LOL って書きますよね。日本人の草はその LOL と同じ意味です。二つとも可愛いですよね。次は神です。神はすごい、最高、完璧という意味です。本当の神様とは違います。若い人が使う言葉です。例えば、とても上手な動画を見たとき、神動画。お店の人がとても親切だったとき、神対応。すごく面白いゲームをやったとき、神ゲー。こんな風に使います。あなたがレストランに行って、店員さんがとても優しくて、料理も美味しくて、値段も安かったとします。そんな時、日本人は、このお店、神って言います。海外の人なら、アメイジングやオーサムって言いますよね。日本人の神は、それと同じ気持ちです。そして最後は、沼です。沼は、ハマる、夢中になるという意味です。でも、なぜ沼なんでしょう？沼って一度足を入れると抜けなくなりますよね。それと同じで、何かが好きになって抜け出せなくなることを沼って言うんです。例えば、あるアイドルが好きになって、毎日その人の動画を見て、グッズを買って、コンサートに行って、
そんな時、推し沼にはまったって言います。推しは好きな人という意味です。ゲームが好きで毎日何時間もやってしまう人はゲーム沼。アニメばかり見ている人はアニメ沼。日本人の沼はポジティブな意味で使うことが多いです。困った。でも楽しいっていう気持ちです。他にもよく見る言葉を紹介しますね。エモいは感情的、懐かしいという意味です。昔の写真を見てエモい。夕日を見てエモい。そんな風に使います。バズるは話題になる、人気になるという意味です。動画がたくさんの人に見られたとき、バズったって言います。リアタイはリアルタイムの短い言い方です。生放送を見ているとき、リアタイで見てるって言います。実際にコメントを書くときのコツをお伝えしますね。面白い動画を見たとき、心から笑ったとき、草。本当にすごいと思ったとき、神。何かにハマっているとき、沼。そんな風に使ってくださいね。これらの言葉を覚えると、日本人とのコミュニケーションがもっと楽しくなります。日本人も、この人は日本のインターネット文化を知ってるんだって思って親しみを感じるはずです。今度、日本の YouTube を見るとき、コメント欄をチェックしてみてください。きっと今日覚えた言葉が見つかりますよ。そして勇気があったら、あなたもコメントを書いてみてくださいね。もしこの動画が役に立ったら、チャンネル登録ボタンを神って言いながら押してください。そしてグッドボタンも草生えるって言いながら押してくださいね。私も沼にハマっちゃうかもしれません。コメント欄であなたの国でよく使うインターネット用語も教えてください。すごく興味があります。バイバイ。